皆さんこんにちは、村島アンナです。今日も動画を見に来てくださりありがとうございます。今回はですね、ツーリング動画に合わせてラジオを振り返ってみようと思います。ちなみに今走り出したのは福岡市内のディーラーさんで、この日は点検だったんですが、ここから鹿の島を目指して走っていきます。今回お届けするのはボイシーの初回放送です。このボイシーはですね、音声配信なんですが、2023年の4月から私はスタートしていて、毎朝放送を続けて現在600回以上になりました。今回お送りする1回目と2回目はバイクのことについて緊張しながらお話ししていますが、頑張ってお話しして楽しかった思い出を振り返っているので、ぜひ初めましての方もいつも聞いてくださっている方も聞いていていただけたら嬉しいなと思います。ちなみにこの動画でバイク走ってるんですが、このバイクがですね、レブル 1100T に乗っています。実は2023年の4月のこのラジオの時点では中型自動二輪の免許しか持っていなかったんですが、この2023年11月の時点ではなんと大型自動二輪を取ってレベル 1100T を相棒に走っています。なので両方楽しみながら聞いてみていただけたら嬉しいなと思います。もちろん聞き流しも OK です。到着までのワクワクを一緒に感じながら聞いてみてください。それではどうぞ。皆さんおはようございます。こんにちは。はじめまして、アンナと言います。今回から配信をスタートしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、このチャンネルではバイクの思い出を共有しながら毎日が前向きになれるような優しい配信をしていきたいと思っています。毎朝7時に更新をしていって、だいたい10分ぐらいにギュギュッとまとめて聞きやすくしていきたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。ということで第1回目スタートしていきたいと思います。はい、ということで最初なので自己紹介をさせていただきたいと思います。まず私はアンナと言いまして、本業はライターをしています。ライターがバイク以外のジャンルがメインのお仕事になっていて、バイクでは唯一ウェビックプラスさんに連載を持っています。もうと言っても月に1回から2回ぐらいしかかけてないんですが、ツーリング記事とか、あと道の駅の特集などを今担当しております。そして乗っているバイクが CB250R と GB350 です。バイク歴が2年目になるんですが、なぜ2台持っているかっていうのはまた次の放送で長くなりそうなので、ご紹介したいなと思っています。なのでバイクに乗るのはだいたい週末が多くてですね、バイクはもう趣味で全力で楽しもうっていう感じでバイクに乗っています。はい、それで私が福岡県に住んでいるんですが、福岡県の周辺のツーリングとかには行ったことがあって、ただまだ九州をちゃんと出たことがなくてですね、なので2023年は他の周辺のそうですね、四国とか中国とかにも行ってみたいなって思っています。あとはまだ免許が中型免許しか持っていないので、2023年大型免許の取得も目標にしています。はい、それでですね、バイクに乗って今2年目なんですが、バイクに乗り始めたのと同時にインスタグラムとツイッターで発信を始めまして、その時に結構一日あったこととか一日の日記みたいなのを投稿してるんですが、それを投稿して皆さんと共有することで、なんだか優しい場所が作れてるような気がしていて、それがもう毎日の習慣になっていて、毎日インスタグラム投稿をしてるんですが、その毎日投稿の温度感のようなものも伝えたいなというふうに思っていて、実はYouTube もやりますって今年の1月ぐらいに言ったものの全然できていなくて、
そんな時に毎日聞いていた音声配信のことを思いつきまして、音声配信だったらもしかしたら毎日でも投稿できるかもしれないっていうふうに思ったので、これは音声配信を始めようと思って、スタンド FM の方で先に発信を始めていました。私がライターをしているので、ライターとしての発信、マインド面の発信とかもしたいなと思っていたので、まずそちらを1ヶ月ぐらい毎日更新をして、だんだん自信がついてきたなと思ったので、バイクの方のチャンネルも作りまして、発信を毎日始めました。そしてすごくリスナーだったボイシーさんでチャンネル開設ができたらいいなと思って目指していたんですが、何回か応募させていただいて、この度こちらでもチャンネル開設をさせていただくことになりまして、本当に嬉しかったです。今ももしかしたら流れてるのかなと思いながら話してるんですが、BGM の前でお話をするというか BGM と合わせてお話をできるっていうのがすごく憧れだったので、本当にもう嬉しくて、メールをいただいた時は本当にもう泣きました嬉し泣きをしました。もうそのくらい嬉しかったので、もうできる限り力の限り毎日更新をしていって、皆さんにも届けられるように優しい場所を作っていきたいと思います。そしてこのチャンネルで発信していきたいことなんですが、主にバイクの思い出を共有しながら優しい気持ちになれるような配信、前向きになれるような配信をしていきたいなと思っています。なのでちょっとゆるっと1週間のテーマ割りを作ってみました。ちょっと変更するかもしれないんですが、一応お話ししておきます。まず月曜日がツーリングのお話、エピソードとかお話ししたいなと思っていて、火曜日がボイシーのお題についてお話しできたらなと思っています。そして水曜日がフリートークで、木曜日が行ってみたいところ、そして金曜日が道の駅についてで、土曜日がコメントとかにお答えするような感じにしたいと思っていて、また日曜日がフリートークという感じで考えています。もし興味がある部分だけ聞きたいなっていうところだけでも聞きに来ていただけたら嬉しいなと思うので、できれば毎朝聞いていただけたら嬉しいんですけど、そういった感じでテーマ割りも決めてやっていきたいなと思っています。こちらのテーマ割りはチャンネルの概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、もし話してほしい内容とかですね、聞きたいこととかがありましたらたくさんコメントいただけましたら嬉しいです。たくさんいろんなことをお話しして楽しい時間にしていきたいなと思っています。そして、このチャンネルを始めるにあたってやっぱり前向きに過ごせることが一番いいなと思うので、とても優しいチャンネルにしたいなと思っています。なので前向きにお話をしていきたいなと思うんですが、多分ここまで聞いてくださった皆さんでしたらうすうす気がつかれてると思うんですが、結構ちょっとテンションが低めでですねテンション低めだけどポジティブ前向きなチャンネルになるかなと思いますので、朝ちょっと落ち着いて聞きたいなとか、夜帰ってからちょっと聞き流ししたいなっていう感じのチャンネルにしていきたいなと思います。ぜひ末永く聞いていただければ嬉しいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。最後になんですが、いつもインスタグラムを見てくださったりとか音声配信聞いてくださっていた皆さんのおかげで、今こうしてボイシーのチャンネル、夢だったチャンネルを開設することができました。本当にありがとうございます。このチャンスをですね、しっかりと活かせるように楽しい優しい場所にしていけるように頑張っていきたいと思いますので、また聞きに来ていただけたら嬉しいです。はい、ということで第1回目はこんな感じで終わりにしたいと思います。第2回目も実はこの後すぐ撮りたいと思っておりますので、同時に公開しておきたいと思います。ぜひ両方聞いてみてください。ということで、このチャンネルのフォローとかコメントしていただいたらとても嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。ということで第1回もこんな感じで終わりにしたいと思います。
今日も聞いてくださってありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。お待ちしております。では今日もご安全にいってらっしゃい。皆さんおはようございます。こんにちは、アンナです。このチャンネルではバイクの思い出を共有しながら毎日が前向きになれるような優しい配信をしています。ということで早速第2回目を撮っております。皆様第1回目は聞いていただけましたでしょうか。きっと黒歴史になりそうなもうすごい緊張してしまって何話してたんだろうっていう感じなんですが、どんどん慣れていくと思いますので、ぜひ末永く聞いていただけたらと思います。ということで第2回目もアンナ 250R の優しいバイクラジオスタートしていきたいと思います。ということで今日はですね、ちょっとあざといタイトルにしてみたんですが、土曜日の朝午前中とかお昼過ぎとか、夜になるかもしれないんですが、この放送を聞いていただいている時に聞いていただく時になんとなく聞き流しても楽しいなと思えるような話題がいいかなと思いましたので、今回は初ツーリングの時の思い出についてお話ししたいなと思います。まず教習のお話からしたいなと思うんですが、私が今バイクに乗り始めて2年目なので、2021年の12月に教習所に通って1ヶ月間頑張って通って、12月28日に中型二輪免許が取れました。そしてその時にもともとレブルがかっこいいなと思っていて、アメリカンの街乗りしたらかっこいいなと思ってたんですが、それが教習中にスーフォアにCB400 スーパーフォアにですね乗って、ネイキッドがやっぱりかっこいいなと思い始めまして、そしてもう卒検を受ける頃には気持ちはもう GB350 に傾いていて、そんな中卒検が受かったので、ちょっと年末年始だったので1月の上旬ぐらいにホンダドリームでレンタルバイクで GB を借りることにして、初ツーリング、初公道ツーリングに出かけました。もうかなり緊張しましたそしてできるだけ車が少なかったりとか、ちょっとゆっくり走れるところがいいかなと思って五箇山に行ってきました福岡の五箇山という場所がありまして、ダムがあったりするんですが、結構その周りをゆっくり走れたりするので、車とかで行った時はすごく走りやすいなと思っていたんですが多分福岡の方ならわかるかなと思うんですが、あと地図とか見ていただいたらちょっとわかるかなと思うんですが、結構山道をずっと上がっていくような感じのルートになっていて、その初公道ツーリングで行く場所ではなかったかもしれないなって今となっては思います。ただかなり経験にはなったので、すごく公道ってこんな感じなんだなっていう風な思い出があります。そうですね、あの時はまだ本当にバイクスーフォア以外に乗ることも初めてだったのでドキドキだったんですが、なんとか乗れたので、すごい怖かったんですけど、自信は最終的にGB を無傷で返せたので、その時はすごい自信がつきました。そしてですね、GB をレンタルしてちょっと足つきとかを確認したいなと思っていて、GB のシートが80センチぐらいなんですよね。で、私が身長が159センチなので、ちょっと足つきが良くなさそうだなって思っていて、結構そういう噂もあったので大丈夫かなと思って、試しに乗ってみたいなと思って1日乗ってみて大丈夫そうだったので、もうその場でできるだけ早く乗りたいと思ったので契約したいですってお話をホンダドリームの方にしたら、今の時点でもう生産も未定ですっていう感じで言われてしまって、いつになるか分かりませんっていうことだったんですね。でももう GB のことしか考えてなかったので、いつでも大丈夫なのでということで予約の列に入れていただいて、GB は待ちになりました。そしてただその GB がいつ来るかわからないっていう中でバイク乗りたいなっていうのはすごく思っていて、本当にもうバイクでいろんなところ走りたいなと思って、五箇山一回
初ツーリングで行ってみたものの、もうやっぱりどんどんこう乗った方が慣れるだろうしなっていうのは思っていて、1月の中旬ぐらいに中古バイク屋さん、バイク王なんですけどバイク王に行って、代わりに乗れるバイク、すぐ納車してもらえるバイクないかなと思って探しに行った時にCB250R に出会いました。同じくホンダの単気筒でネイキッドなので、近いかなと思ったのと、あとたまたまその場で調べていただいたら関東にすごくいいバイクありますっていうことだったので、そこでその関東のバイクを取り寄せていただくことにして、そしてその CB250R が2月上旬に納車されました。そしてですね、その時のツーリングがすごく、その時の初ツーリングがすごく印象に残っていて、CB での初ツーリングが2月の上旬だったんですが、2月ってすごい寒いですよねすごい底冷えがする日で、仕事をした私がフリーランスで仕事をしているので、仕事がだいたい夕方前ぐらいには終わって、お昼過ぎぐらいには終わったので、もうこのタイミングでツーリングに行こうと思って乗り出したんですよね。でその時点でもう午後だったんですが、それでもちょっとワクワクしながらその時は糸島に来ました。福岡県に糸島っていうところがありまして、すごく海が綺麗で、道が海沿いの道をずっと行けて、もう海を全身で感じられるような場所なんですが、もうそこに行きたいと思って行ってみたものの、すごく寒くてですね多分もうバイク初めてだったので防寒対策があんまりできていなかったみたいで、走っていったらちょっとだんだん冷えてきて、だんだんこう紐を夕方に差し掛かったので紐なくなってきてだんだん寒いなと思いながらも、夕日が見える場所を見つけたので、その夕日が見える場所でちょっと写真撮ってみたいなと思って、皆さんが結構投稿したりしてる写真かっこいいなと思ってたので、この写真を撮りたいなと思って夕日をバックに CB250R を撮ったりしてですね、それでいろいろやっていたら、もうどんどん日が暮れていってもう真っ暗になりかけてきてですね、すごいしかも寒くて、バイクって走るとすごく風を受けるので、その風がすごくどんどん自分を冷やしていくというか今まで感じたことのない寒さを感じまして、もうだんだんこうニーグリップ、膝でこう膝もすごい震えてくるし、手も震えてきて、アクセルも回せないみたいな感じになってきてですね、ちょっと休みというか危ないなと思ったら止まりながら帰ってたんですが、もう本当に限界だと思った時に糸島の近くにレストランがありましたので、そのチェーンのレストランに寄って暖を取って、もう休みなんとか家に帰ったっていう思い出がありました。もう本当にバイクの防寒対策って本当に大事だなと思ったので、今年はもう2年目になりましたので学んで、結構暖かい格好で出かけるようになりました。ただやっぱりその時に感じたもう身一つで走るみたいな気持ちよさは、本当にバイクの免許取ってよかったなって思ったので、なんかバイクの免許を取ろうか迷ってるって方がいたら、ぜひってちょっとお勧めしちゃうかもしれないなって思います。きっと皆さんにもバイクの初ツーリングの思い出がそれぞれにあるんだなって思うと、どんなことがあったんだろうってちょっと興味津々なのでよかったらコメント欄とかに書いていただけたら嬉しいです。バイクおすすめチャンネルみたいになってしまうかもしれないんですがもうバイクに限らずと私は思っていて、私はもともと会社員をずっと長くしていて、2020年ぐらいからフリーランスになったんですね。でそれでライターの仕事をしていて、やっぱりライターの仕事、フリーランスになってからやればやるだけなんかこう前に進めるような気がして、一生懸命仕事をしていたので、もう趣味が仕事ですってお話をしてたんですね。それももちろんすごい良かったなと思ってるんですが、
趣味としてバイクに乗り始めたことでもう一つ世界ができたような感じがして、なんだかすごくマインドも前向きになりましたし、すごくいい気分転換になるなって思ってます。結構特にいいなと思ったのが、バイクに乗ってる時はもう連絡を一切連絡は来てるんですけど、連絡来てることを一切見なくていい時間になるなっていうのは思っていて、どうしてもお休みの日とか今日はお休みにしようと思っても、結構仕事のチャットの通知とかが来たりとかすると、そこから少し仕事してみたいな感じになってしまうんですが、バイクに乗ると全くそういうのができなくなるので、強制的にできなくなるっていうのがすごくいいなと思っていて、なのでバイクに限らずなんですが、そういうちょっとまた別の趣味とかを持っていると、自分の時間で結構もう何も考えなくていい時間とか、あともう目の前のことをすごく全身で感じられる時間みたいなのがあることで、マインドがすごく安定したりとか、リフレッシュしたっていう実感になったりとかするのかなと今思っております。なので私は本当にバイクに乗ってよかったなと思ってますし、そのバイクに乗らないっていう方でも、もちろんバイクに乗る方でもそういう時間を作るのは全力でお勧めしたいなと思っています。なのでバイクの思い出とか今まで経験してきたこととかでも何かお役に立てることがあれば、いろんなことをお話ししていきたいなと思いますので、よかったらコメントとかですね、ぜひチャンネルのフォローとかもしていただけると嬉しいので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということでこんな感じで2回目も終わりにしたいと思います。そしてこの後も3回目撮りたいなと思ってますので、ぜひ続けて聞いていただけたら嬉しいです。ということで今日も聞いてくださってありがとうございました。また次の放送でお会いしましょう。それでは今日もご安全にいってらっしゃい。